皆さんにちょっと想像してみてほしいんですけど、今あなたが100階建ての超高層ビルを建設しているとしますよね。はい、100階建てですね。ええ。でも最上階のペントハウスに到達する頃には、1階で設計したはずの基礎的な青写真が設計者の頭の中から完全に消え去ってしまっているんです。それはかなり致命的な状況ですね。そうなんですよ。でもこの構造的な記憶喪失って人間の問題じゃなくて、実は今日の人工知能がこれ以上賢くなるのを妨げている最大のボトルネックなんですよね。本当に深刻な欠陥なんです。私たちって AI の能力を評価するとき、ついどれだけ巨大なモデルかみたいな表面的な数字に目を奪われがちじゃないですか。確かにパラメーター数がいくつだとかよくニュースになってますよね。はい。でもその巨大な AI の内部では、情報を処理して階層を上がるたびに、自分自身の基本的な前提とか論理をどんどん忘れてしまうっていう厄介な現象が起きているんです。なるほど。本日の深掘りではまさにこの根深い問題を根底から上進むかもしれないものすごくエキサイティングな情報源を取り上げます。楽しみですね。情報源は2026年3月17日にバイトダンスシードチームから発表された最新の論文 Mixture of Depth Attention 通称 MODA です。はい、モーダですね。今回の私たちのミッションは大規模言語モデルが深さ、つまりレイヤー数を増やす際に直面する致命的な弱点と、それを解決する楽器的なアテンションのメカニズムを解き明かすことです。そしてそれがリスナーの皆さん、あなたが普段使っている AI の未来にどう直結するのかをしっかり探っていきたいと思います。ここで一つ強調しておきたいんですけど、はい、何でしょこの論文は、ただの美しい数式とか理論の提案ではないんですよね。アルゴリズムの革新にとどまらず、いかにして実際のハードウェア、つまり GPU 上で効率的に動かすかっていう。ハードウェアの上でですか？そうです。非常に泥臭くて、かつ劇的なエンジニアリングのブレイクスルーまで踏み込んでいるんです。そこが今回一番スリリングなところですね。よし、じゃあ早速紐解いていきましょう。そもそもなぜ AI は単にレイヤーを深くするだけでは賢くならないんでしょうか？もっと層を重ねればより複雑な思考ができそうな気がするんですけど。AI、特に大規模言語モデルの性能向上には大きく分けて4つの軸があるんですね。コンテクスト帳、データ量、モデルの幅、そしてモデルの深さです。はいはい、4つの軸。で、現在はデータや幅を拡張することが主流でして、ある程度予測可能な成果が出ているんです。でも、その深さの拡張だけは決定的に遅れをとっているんですよね。それはどうしてですか？深くすればするほどなんか抽象的な推論とか得意になりそうですけど。それがですね、情報希釈という現象が立ちはだかるからなんです。情報希釈。情報が薄まるってことですか？AI は浅い層で文章の基礎的な特徴とか、あなたが入力した重要なプロンプトをしっかり捉えます。でも、層を深くしていく過程で、残差接続という仕組みを通して、情報の更新が何度も何度も繰り返されるんです。ほうほその結果、浅い層で形成されたはずの鮮明な情報が、深い層に到達する頃には薄まってしまって、取り出すのが困難になるんですよね。う。なるほど。それってよく言う伝言ゲームみたいなものですかね。最初の一言が100人目を通過する頃にはノイズだらけになってるっていう。伝言ゲームよりももっと物理的で厄介な問題かもしれないです。厄介ですか？伝言ゲームって単なる聞き間違いじゃないですか。でも残差接続による情報希釈はキャンバスへの上塗りに近いんです。上塗りですか？はい。一層目でキャンバスに美しいデッサンを描いたとしますよね。でも次の層に進むたびにその上に半透明の新しい絵の具が何度も何度も塗り重ねられていくんです。うわー、それは見えなくなりそ100層目に到達する頃には最初の鮮明なデッサンは分厚い絵の具の下敷きになってただの濁ったグレーの塊になってしまっているんですよ。う。それは絶望的ですね。情報が途中で塗りつぶされてしまうのが問題なら、過去のエンジニアたちはこの濁ったキャンバスをどうやって解決しようとしてきたんでしょうか？まさか放置していたわけじゃないですよね。もちろんです。この論文では過去のアプローチを読み込み、操作、書き込みという3ステップの視点で整理しているんですが、これまで主に2つの大きな手法がありました。2つですね。はい。1つ目はデプスレジジュアル、つまり残差接続。2つ目はデプスデンス、密結合ですね。専門用語が出てきましたね。
一つずつ噛み砕きましょう。まず一つ目のデプスレジデュアルっていうのは？これが現在の言語モデルで最も標準的に使われている手法で、いわゆるレズネットスタイルです。レズネット。足し算で情報を次の層へ渡すんです。前の層の出力に新しい層の計算結果をシンプルに足し合わせるという。なるほど。足し算。これが先ほどのキャンバスの上塗りの正体なんです。計算自体は軽いんですけど、固定サイズのテンソル、つまりデータの箱に情報を圧縮し続けるので、結局情報希釈を防ぎきれないんですよね。じゃあもう一つのデプスデンスの方はどうなんですか？名前からしてもっと情報がギュッと詰まってそうですけど。こちらはデンスネットスタイルと呼ばれていて、過去のすべての層の情報を足し算で圧縮するんじゃなくて、連結して次へ渡すんです。連結ですか？つまり1層目のキャンバス、2層目のキャンバス、3層目と過去のすべての状態のキャンパスをそのまま持ち運んで、次の層に全部見せるんですよ。ちょっと待ってください。それなら完璧じゃないですか。デンスネットみたいに過去のメモを全部そのまま持ち歩けば記憶喪失にはならないですよね。理屈の上ではそうです。なぜオープン AI とか Google は今の巨大なモデルでそれをやっていないんですか？それが明らかな解決策に思いますけど。完璧な記憶力っていうのはコストが高すぎるんですよ。コストですか？はい。計算量が指数関数的に爆発してしまうんです。具体的には計算コストとパラメータ数がレイヤー数の2乗に比例して増加してしまうんです。レイヤー数の2乗。つまり100階建てのビルで100階にいる人が1階から99階までの全ての人と同時に直接会話しようとするようなものですか？その通りです。情報量は維持できても通信量が多すぎて文字通りサーバーが焼き切れてしまいますね。サーバーが焼き切れる。それは物理的に無理ですね。実質的に巨大モデルでは使用不可能なんです。だからこそレズネットのように計算が軽く、かつデンスネットのように必要な過去の情報を引き出せる、そんないいとこ取りの方法はないかという究極のジレンマが漏れるわけです。なるほど。そしてここでついに今回の主役であるモダが登場するわけです。ここからが本当に面白いところなんですけど、モダは一体どうやってその魔法のようなことを実現したんですか？モダの画期的な点はですね、シーケンス、つまり横のつながりと深さ、縦のつながりを一つの統一されたソフトマックスという関数で同時に計算してしまうことなんです。ちょっと待ってください。そこすごく重要そうだけど、一気に混乱してきました。はい。横のつながりと縦のつながりを同時に見るって、結局それ、見なきゃいけない場所が膨大に増えてるだけじゃないですか。さっきのデンスネットみたいに、また計算量が爆発して、サーバーが焼き切れる問題に逆戻りしませんか？研究者がまさにその罠に陥りました。でも、ここがモダのトリックなんですよ。モダは過去のすべてのレイヤーを見るわけではないんです。全部見るわけじゃない。じゃあどうするんですか？先ほど言ったソフトマックスという数学的な関数が、いわばクラブの厳格な用心棒のような役割を果たすんです。用心棒ですか？はい。この用心棒はデータ駆動型で、今の推論に本当に必要なごく一部の過去の記憶だけを動的に選び出して VIP として通すんです。なるほど。これによりパラメーターの爆発を防ぎながら情報希釈をしっかり解決しているんですよね。分かってきました。普通のアテンションが文章を左から右へ読む、つまり横のつながりだとしたら、モダの深さアテンションは同じ単語の過去のドラフト版に書いた自分の脚注の中で今必要なものだけをピンポイントで読み返す縦のつながりってことですね。そうです、そうです。しかもそこに用心棒がいるから無駄な資料は一切持ち込まれないと。完璧な理解ですね。さらに論文の実験で非常に興味深い発見がありまして。何でしょう？過去の記憶を引っ張ってくる際、単にアテンション層、つまり注意力を司る部分の情報を引っ張ってくるだけじゃなくて、はい。FFN 層、知識を処理する純電波型ニューラルネットワークからの情報も組み込むことで、精度の向上が最大化されることが分かったんです。彼らはこれをエクストラ FFA の KV プロジェクションと呼んでいます。注意力だけじゃなくて過去に処理した知識そのものの記憶も一緒に引っ張ってくるんですね。理論上は本当に美しくて完璧に聞こえます。でもここで現実の壁にぶつかるんですよね。これをそのまま PyTorch みたいな標準的なプログラミング環境で素直に書くととんでもない絶望が待っていたという。はい。
バイトダンスのチームがこの見事な数式を標準的な PyTorch で実装して走らせた時、それはもう完全な大惨事。大惨事。ええ、1回の処理になんと2128ミリ秒もかかってしまったんです。2128ミリ秒。AI の推論の世界では永遠とも言えるほどの遅さですよね。プロジェクトが頓挫しかねない数字ですけど、アルゴリズムは完璧なのになぜそんなに遅くなったんですか？ GPU というハードウェアの特性と致命的に相性が悪かったからなんです。ハードウェアの特性？ GPU って連続したメモリーを一気に読み込むまとめ読みは非常に得意なんです。でも不規則な飛び飛びなデータアクセスは極端に遅いんですよね。ああ、なるほど。モダは過去の必要なレイヤーの情報を動的に引っ張ってくるため、メモリ上のあちこちを飛び飛びにアクセスしてしまって GPU の性能が完全に死んでしまったんです。GPU のメモリ階層の話って難しく聞こえますけど、要するにこれって巨大な図書館で司書さんに対してはい、司書さん。1階の A 棚の本と5階の C 棚の本と10階の Z 棚の本を1冊ずつバラバラに取りに行ってって指示を出しているようなものですか？まさにその通りです。それは司書さんの過労で倒れますよね。倒れますね、間違いなく。そこで研究チームはこれを劇的に改善するハードウェア実装の魔法を使いました。主な工夫はフラッシュコンパチブルデプスト KV レイヤーとチャンクアウェアレイヤーとグループアウェアインデッキングの3つです。また呪文のような言葉が出てきましたね。そのチャンクアウェアレイアウト、チャンクを意識した配置っていうのは具体的に司書さんをどう助けたんですか？簡単に言えば、司書さんにあちこちの棚にバラバラに取りに行かせるのではなくて、ええ。メモリ空間を平坦化して、これからの作業で必要になる過去の資料をあらかじめ一つのワゴンにまとめて、チャンク化してドカンと渡してあげる仕組みを作ったんです。ワゴンにまとめて。そうです。これで司書さんはもう図書館中を走り回る必要はなく、目の前のワゴンの中だけで超高速に作業できるようになれました。ワゴンシステム。それはすごくスマートですね。で、その結果、絶望的だった2128ミリ秒はどうなったんですか？なんと 1.46 ミリ秒へと短縮されました。約1458倍のスピードアップです。1458倍。いやー、それはエンジニアリングの完全な勝利ですね。ええ、シーケンス長 64K という非常に長い文章を読み込ませた状態でも、業界の高速化の標準であるフラッシュアテンションダッシュ2と比較して 97.3% という驚異的な実行効率を叩き出しました。ほぼ変わらない速度じゃないですか？そうなんですよ。複雑な過去の記憶を引き出しているのに、速度は従来とほぼ同じなんです。素晴らしい理論と、それを限界まで高速に動かすソフトウェアエンジニアリングの見事な融合ですね。はい。では、この2つが組み合わさったとき、実際の AI の賢さにどれほどの影響を与えたのかが気になります。テストの成績はどうだったんですか？今回 1.5B、15億パラメータという現代では比較的小型で高効率なサイズのモデルを4000億トークンで訓練して検証しました。ええ。結果としてベースラインから平均でプラス 2.11% の性能上昇が確認されています。プラス 2.11%。どのようなテストで測ったんですか？リスナーがイメージしやすいように教えてください。例えばヘラスワグやウィノグランデといったベンチマークですね。これらは常識的な推論や代名詞の解決をテストするものです。代名詞の解決と言いますと？例えばトロフィーがスーツケースに入らなかった。なぜならそれが大きすぎたからだ。という文章で、それがトロフィーなのか、スーツケースなのかを文脈から論理的に理解する能力ですね。ああ、なるほど。人間ならすぐわかりますけど、AI には難しいところですね。そうです。モーダはこうした深い理解力を底上げしました。しかも追加の計算コスト、つまりフロップスはわずか 3.7% 増にとどまっています。たった 3.7% のコスト追加で賢さがはっきり向上するのはすごいですね。さらに専門的な話を少しだけすると、プレノーム、事前正規化よりも、ポストノーム、事後正規化の環境下でよりよく機能することも分かっているんです。ちょっと待ってください。プレノーム、ポストノーム。毎日ニューラルネットワークを構築しているわけじゃない私たちにとって、なぜそれが重要なんですか？鋭い質問ですね。ノーム、正規化というのは、計算中に数値が天文学的な大きさに爆発しないように、基準値をリセットする作業なんです。ふむふむ。リセットですね。で、ポストノームは、新しい情報を足し合わせた後にリセットを行います。これ、モデルの訓練が非常に不安定になりやすいんですが、その代わり強い信号、情報を保持しやすいという特徴があるんです。なるほど。じゃあ、暴れ馬みたいなものですね。
まさに。モーダはこの手なずけるのが難しいポストノームという荒馬の環境下でこそ、過去の記憶を強く保持して最高のパフォーマンスを発揮できるんです。なるほど。難しい環境だからこそ、モーダの記憶力が生きるわけですね。でも、点数が上がったこと以上に AI の振る舞い自体に何か奇妙な変化があったと聞きましたが。ええ。これをより大きな全体像と結びつけてみると、そこが一番面白いポイントかもしれません。モーダを導入すると、従来のモデルでよく見られたアテンションシンクという現象が減少することが確認されたんです。アテンションシンク、注意力の流し台ですか？はい。従来の AI って文章の中で特に注意を向けるべき重要な単語が見つからないとき、とりあえず最初の単語やピリオドのような意味のない記号に注意力を集中させて計算をやり過ごそうとする癖があるんですよ。そんなことしてるんですか？はい。これをアテンションシンクと呼びます。なんかそれ授業中に先生に当てられそうになって、とりあえず教科書の端っこをじっと見つめて、真面目に聞いてますよってふりをする生徒みたいですね。ふふ。まさにその状態です。しかし、モダを導入すると、この無意味な場所を見つめてやり過ごす癖が減少したんです。ほう。注意力が横のつながりである文章全体の文脈と、縦のつながりである過去の自分自身の深い思考の両方へより適切に分散されるようになったんです。なるほど。では、これがすべて何を意味するのか。なぜこの深掘りを聞いているあなたが、この技術を気にするべきなのでしょうか。それはですね、AI を賢くするために、巨大なデータセンターにある何千機ものの GPU に頼る必要がなくなる未来が近づいているからです。そうですね。AI がジミラの記憶を薄めることなく、層を深くするメリットをフルに享受できるようになれば、より小型で、より文脈を深く理解する賢い AI が、あなたのスマホや PC といった身近なデバイスで動くようになる。モダーはその直結する道筋なんですよね。その通りです。AI の進化の方向性を、とにかくパラメーターの幅を広げて巨大化するという力技から、限られたサイズの中でより深く考えさせるという知的で洗練されたアプローチへとシフトさせましたね。濁ったキャンバスの問題を解決して、図書館の司書さんに専用のワゴンを与えて高速化し、さらには授業中に教科書の端っこを見つめる AI の癖まで直してしまったと、本当に見事なブレイクスルーです。ええ。しかしこれで終わりではないんですよ。まだあるんですか？はい。この論文の最後、ディスカッションのセクションで、非常に挑発的な未来の課題が提示されているんです。ほう。それが、Bounded Depth KB スロットキャッシング、制限された過去記憶スロットという概念です。制限された過去記憶スロット。それって、先ほどの司書さんのワゴンの話につながりますか？まさにそこです。私たちは司書さんにワゴンを与えて高速化しましたよね。はい。ワゴンのおかげで速くなりました。しかし今後、AI のモデルが100階建てどころか1万階建ての超巨大なものになったらどうなるでしょうか。いくらワゴンが効率的だと言っても、ワゴン自体の物理的なスペース、つまりメモリーの限界がいっぱいになってしまいます。ああ、詰めたの過去の記憶をワゴンに乗せきれなくなる日が来るんですね。その時 AI はどうするんですか？ AI は限られた数のスロット、枠だけを持ち、どの記憶を残してどの記憶を捨てるかを動的に選択しなければならなくなります。最新の記憶を優先するのか、それとも全体の中で最も重要だったハイライトだけを残すのか、情報の取捨選択が迫られるんです。ちょっと待ってください。もし AI が限られた脳内スロットを使って自分の過去の思考を自動的に取捨選択し始めたら、重要な情報だけを無意識にストックして不要なノイズを意図的に切り捨てる。それって私たち人間が持っている潜在意識や忘却のメカニズムに近づく第一歩なんじゃないでしょうか。そうですね。AI 自身が自分の記憶を編集し始めるとき、それは単なる計算機からより人間に近い認知の仕組みを持つ何かへと進化する、その境界線なのかもしれません。あなたが次に超高層ビルを見上げたとき、ぜひ思い出してみてください。情報を遠くまで深く、そして正しく伝えることは決して簡単ではありません。はい。しかし今、AI はその構造的な記憶喪失の壁を越え、さらには自らを忘れることの美学すら学ぼうとしています。もしあなたが自分の限られた記憶のスロットを編集できるとしたら、どんな思考のプロセスを残しますか？興味深い問いですね。本日の深掘りはここまでです。また次回、新たな知識の世界でお会いしましょう。